はい、皆さんこんにちは。年始トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用して東南アジア2往復をしようということで、2025年に実践しましたけれども、2026年もね、予約をしております。そちらの予約なんですけども、私がね、予約をした後でね、ルール変更がありました。それによって、ちょっと過去とね、いろいろ違うことが起こってます。そのあたりを先にご案内をいたします。でまずこちらですね、海外特典航空券で、ここの提携航空会社特典航空券ご利用条件を見ますね。でこちらに2025年6月23日までの予約発券分と6月24日以降の予約発券分ってあります。で私がね、予約したのはこの前なんです。でところがね、登場するのはこの後なんです。その場合にね、どうなるのか、それから実際どうなったのか、こちらにね、書いてることも関係するし、書いてないこともね、結構いろんなことがあったんですよ。でまず、変更に関してのおさらいなんですけども、こちら見ます。ここですね、片道の予約が可能になりました。前はね、往復だけしかダメだったんですね。それから、ここです。乗り換えが、片道は関係ないです。ごめんなさい。往復の場合ですね。日本国内で往路復路各1回、海外で往路復路各2回までの計6回可能なんです。これが新規定なんです。旧規定では日本国内の乗り換えはね、往路復路各2回だったんですね。これがね、変更になってますね。あとはね、そんなに大きな変更はなかったんです。必要マイルは変更になってますけど、必要マイルに関しては僕が予約した日が適用になりますから、変更したからって言ってね、必要マイルが変わるわけじゃないので、そしたら実際の私のチケットを見ていきましょう。こちらが e チケットお客様控えになります。予約をしたのが2025年の6月2日です。高松羽田が2026年の5月3日ですね。で、同日じゃない、ごめんなさい。で、翌日5月4日、羽田からジャカルタ。翌日5月5日、ジャカルタから台北。翌日5月の6日、台北から福岡。ここまでが1往復になります。で、2往復目の間にね、ストップオーバーとオープン上、途中後期、それと空港が変わるんですね。で、2往復目のスタートが5月の19日、羽田からバンコク。で、翌日バンコクからシンガポール。翌日シンガポールからマニラ。翌日マニラから東京、羽田ですね。で、また翌日羽田から高松ということで、国際線全部でね、7便ビジネスクラスに乗ります。5月の3日に旅行が始まって、5月の23日で旅行が完結する日程になっております。問題はね、僕これに乗りたいかって言ったら、前半戦のね、ここから上は乗ります。ゴールデンウィークね、一番いい時、5月の3日スタート、5月6日帰着で、連休の休みの間に行って帰れますので、これ乗ります。で、5月のね、後半でね、こんなタイミングで休み取れないんで、これは後ろに変更をかけます。で、後ろに変更をかける場合のルールをもう一回 ANA のホームページで確認してみましょう。ANA ホームページの提携航空会社特典航空券ご利用条件に戻ってきました。ここですね。有効期間。旅行開始日から1年間。新規発見から1年以内に旅行を開始することが必要です。この意味ね、分かっている人は何でもないんですけど、そうでない人は、って思いません？僕最初だから分かんなかったんですけど、まずね、関門が2つあるんです。この括弧の左側と括弧の長これで別のこと書いてるんですよ。まず第一関門がここです。
新規発見から1年以内に旅行を開始することが必要なんです。私、2025年の6月2日に予約をしましたね。ですから、変更をすることは可能なんだけど、変更してどこまでできるかって言ったら2026年の6月2日に出発しないとダメなんです。まずここで第一関門があります。で、ここに第二関門がここにあるんです。旅行開始日から1年間。っていうことは、先ほどの e チケットで言うと、2026年の5月3日に旅行開始します。それから1年間有効ですから、2027年の5月2日までに高松帰っておけば OK なんですよ。そうなんです。実質ね、予約日から旅行の最終日までっていうと、約ね、2年間有効期間があるんです。なのでここなんですけども、私、2025年の6月2日に予約してるじゃないですか。っていうことは、この旧規定が適用されます。だけど、乗るのはこの変更後乗りますし、それに対して一旦6月2日に予約したものを6月24日以降に変更かけます。それでもね、こっちの古い規定が僕の方は適用されます。ただね、古い規定でね、今、そんな本聞いてもダメじゃないかって思われるかと思うんですけども、私の予約したチケットを参考に話をしてますんで、これから予約する方は何かっていうと、あの通りね、100% あの通りのチケットは取れないですけど、国際線の7便僕予約ね、今回かけてるんですけども、それはこの新しい規定でも取れます。なので、ちょっとだけアレンジしたら今でも取れるので、今でもね、十分通用する話だっていうことでお聞きいただければ幸いです。さあ、そしたらね、問題は今の通りですね。僕は一旦5月で完結するチケットを持ってます。だけど実際いつ乗りたいのか、私カウントダウンフリークですから、まずは年末年始が第一希望。それと第二希望は夏休みですね。で、夏休み東南アジア行くとね、日本もね、すんごい暑いじゃないですか。東南アジアなんか死ぬんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、違うんです。違うんです。日本に近い東アジアがなんかね、異常に暑いんです、夏。なのでね、北へ行けば避暑になるのは皆さんは理解いただけると思うんですけど、南に行くほど実は避暑になるんです。ですから、夏でもね、楽しいは楽しいんですね。ということで、次回から、変更のね、具体的な例を紹介するんですけども、ここでね、一番問題になったことがね、もうこんだけ書いてるんだけど、ここですわ。片道がご利用可能になったんです。2025年の6月24日以降。で、僕のチケットがそれより前だって言っても、変更する時の、要は空き状況ですね。それは、この旧規定で予約している人も、新規定で予約している人も、同条件になるじゃないですか。ということはね、片道発券が今できる状態で僕は予約をせないかんわけです。そしたらね、今、常套手段なんかって言ったら、単純往復派の人はね、片道で2回往復するのはもう常套手段になってんですよ。ですから、超繁忙期以前でしたら、先ほどの例で言うとね、5月3日に出発して、5月6日に帰着をするという旅程の場合は、5月6日の355日前じゃないと予約できなかったんですけど、今5月3日の355日前から予約できるんです。なんで、あんなぐるぐる予定のね、最終日を待ってる間に、単純往復派の人がね、ガンガン片道発券かけちゃうから、はっきり言います。超繁忙期にぐるぐる旅程2往復。これもね、もうはっきり言って無理です。無理って言い切るのもどうかなと思うんですけど、よっぽどね、不人気路線を見つけてください。どの区間かっていうと、日本から出国する区間と日本へ帰ってくる区間、この2つの区間に関して不人気路線を見つけたら、
途中のね、今回ですが僕東南アジア行きますけど、東南アジア内はそんな355日前に目に力入れなくても取れます。さあ、どんだけそういう路線があるかですけどね。今回私が取ったジャカルタは実はそうなんです。ジャカルタだったらね、今でもね、そんな無理して355日前に予約かけなくても、なんとかなります。マニラはね、そうじゃないよね。僕が取ってるチケットのパターンでね、一発目が羽田からジャカルタで、最終がマニラから東京でしょ。これ逆だったら今取れないんです。マニラを先にしてジャカルタを後にしちゃうと、もうね、ぐるぐる予定の日にち待ってる間にね、マニラ便誰か取られますわ。というぐらい今ちょっと大変になってます。で、ここまではね、このルール通りの話です。次回から話をするのは、ルール通りとしたセーフなんだけど、変更ができないぞっていうような話をします。来週金曜日、新ネタあげますので、ぜひチャンネル登録していただきまして、この先もご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。